皆さん、こんにちは。グレートメンチャンネルにようこそ。このチャンネルは、世界の偉大な人々を2人の女の子が楽しく紹介していきます。興味のある方はチャンネル登録とグッドボタンをオンにしていただけると嬉しいです。こんにちは、さくらです。ひなたです。今日は、哲学の始まりについて話していこうと思っています。紀元前600年前、古代ギリシャ、イオニア地方の植民地ミレトス、現在のトルコになるは、ギリシャ本土ではなく、ヨーロッパとアジアの境目のような場所ね。ミレトスは、様々な民族がごちゃ混ぜになっている地域で、人々は様々な神話を信じていたんだって。誰もが自分たちの信じる神話があり、何が正しいのかわからない状態だったのよ。その中でも、有名なのがホメロスやヘシオドスといった女子詩人ね。彼らの作品イリアスやオデュッセイアはギリシャ神話の世界を広げ、人々の宇宙観に影響を与えたんだよね。そうだね。この時代、世界は神々によって作られたと考えられていて、これをミュトスと言ったの。つまり神話や伝説に基づく世界観の思考ね。どの神話や説も矛盾していることがあり、その結果唯一正しいとされる神話と仮説はなかったのよね。結局どれが正しいのかわからない状態が続いたんだよね。その結果、それはおかしいんじゃないかという考え方を持ち始めたのよ。そうそう。そこから世界には何か根源的なもの、ある系があるはずだと考える学者たちが現れたのよね。これが哲学の始まりと言われてるわ。彼らはルトスではなくロゴス、つまり言葉や理性を使って万物の根源を探求し始めたの。それをおかしいと思い、ちゃんと世界についてしっかり考えようと言い始めた人物がタレスなの。タレスは万物の根源は水だというふうに考えたの。根源が水というのは残念ながら当時の人にあまり受け入れられなかったのよ。けどこの世界には何か根源的なものがあるはずだというタレスの考え方はすごく流行っていろんな哲学者が出てくるのよね。ヘラクレイトスは火を根源とし、万物は流転するという有名な言葉を残した。エンテドクレスは火、空気、水、土の4元素説を提唱してたわ。そしてデモクリトスは全ての物質はアトム、つまり原子から成り立っていると考えた。ピタゴラスは数が万物の根源であるとし、パルメニデスは万物は変化しない永遠不変の存在であると主張した。デモクリトスの原子論は時代を超越した天才的な考え方なんだけど、残念ながらこの時代は説は解けても顕微鏡とか何もない時代で立証することができないから机上の空論みたいになってしまったのよね。そうなの。そのため結局どうせ何が正しいとか誰にもわからないし、どうでもいいやという文化が生まれてしまうの。ソフィストの時代ね。ソフィストの人たちは何が正しいとか追求することとかはどうでもよくて、相手を論破することのプロだったのよね。古代ギリシャではペルシア戦争後、ポリス連合の重装歩兵たちが政治における重要な役割を果たすようになったの。これらの重装歩兵たちは一定の資産を持つ人々で、彼らが政治の実権を握るようになったの。そうなの。そして彼らは集会で弁論を振るい、政治を動かしていく必要があったの。ここで需要が高まったのが弁論の方法を教えるソフィストたちね。自信たっぷりに物事を語ることで人々を納得させ、支持を取り付ける話術の習得が必須であったの。なるほど。だから大金を出して雄弁の技術を身につけようとする人と、その方法を教えるソフィストの関係が成り立ってたのね。ソフィストたちは徹底した人間主義と相対主義をもとに人間中心の世界を教えたんだよね。まさにソフィストたちは古代ギリシャの哲学者が自然や宇宙を基盤に全体を理解しようとしたのとは異なり、人間とその経験を中心に考えるようになったのね。その後ソフィストたちの考えを論破したのがソクラテスね。ソクラテスは紀元前469年頃にアテナイで生まれ、デルフォイの神殿でソクラテスよりも賢い者はいないというお告げを受けるの。でもソクラテスはそのお告げに疑問を持って自分より賢いと思われる人々を訪ね問答を始めたんだよね。なぜ？なんで？どうして？という揚げ足を取りまくる問答法で当時の権力者たちの反感を買い、ソクラテスは裁判にかけられ最終的に死刑を宣告されてしまうの。ソクラテスはしっかりまた考えようということを復活させたのに死んでしまったのよね。その考えを弟子のプラトンが引き継ぎ自分に対して問答するのよね。プラトンは
世の中すべてのものは価値がないというソクラテスの価値観から、世の中のすべてのものは神のみが知れる真の姿の模造に過ぎないという考えへシフトさせていくのよ。プラトンは、この世のすべては私たちには見ることができない存在である。イデアによって作られているっていう概念を提唱したの。イデアって言われても難しいね。イデアについて簡単に説明してくれる？簡単に言うと、例えばゲームの世界では目に見えないけど、プログラムという言語で、ゲームは動かされているよね。それを自分たちの世界に例えると、目に見えない何かで、自分たちは動かされていると、プラトンは考えていたの。その目に見えない、自分たちの世界を動かしているプログラムのようなもののことを、イデアって言ってるのよね。つまり、すべてのものは現実世界とそれを超越したイデア界の二元論で構成されていると考えてたのね。プラトンの考え方はつまりイデアについて探求するということなのよね。この考えは後世にも多大な影響を与えて、哲学の歴史はプラトンの言ったことに補足をしているだけのようなものだと言われたぐらいね。それぐらいプラトンは哲学の歴史において重要と考えられたのよね。そしてそれと同じくらいの哲学を生み出したのがプラトンの弟子アリストテレスね。彼はプラトンのイデア論の影響も受けたけど、それが正しいと思わず、この世は自分たちが見たままだとより現実的な実在論を展開したの。アリストテレスは様々なものをじっくり見て観察すればこの世を知れると考え、それらが実現する過程を重視したんだよね。そのおかげで人々はじっくり観察したり実験をして、その結果をデータとして学問として記録してきたのよね。現代に至るまでいろんな人が活用してるわ。その方法をしっかり定めたのがアリストテレスということになるの。ソクラテスの問答法からプラトンのイデア論、アリストテレスの実在論へと、この天才的3人のおかげで哲学は大きく発展していったの。これらの哲学者たちの思想は後の西洋哲学に大きな影響を与え、現代にも生き続けているわ。その後、この3人の哲学の考え方も、ある一人の人物によって終わってしまうの。イエス、キリストね。とりあえず今日はここまで。次回哲学の流れの続きか、新しい哲学者の話でお会いしましょう。バイバイ。本日は最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。